きゅうりのきゅうちゃん漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はきゅうりのきゅうちゃん漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ポリポリ食感がやみつきになるきゅうちゃん漬けを作っていきたいと思います。昨年もですね、きゅうりのきゅうちゃん漬けのレシピを出したんですけれども、今年もね、また別の調理方法と、あとは味付けも少し変えてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、お醤油、料理酒、お酢、お砂糖、塩、生姜、白ごま、昆布、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。まずきゅうりなんですけれども、今回6本使っていきます。そして使うお酢はですね、今回米酢を使用します。米酢を使っていただくととてもまろやかな仕上がりになります。でもしね、米酢がない場合はベーシックな穀物酢を使っていただいても OK です。穀物酢を使うとどちらかというとすっきりとした味わいに仕上がります。そしてあと今回はですね、昆布と唐辛子を入れていきたいと思います。昆布を加えると旨味がアップするので、ぜひ一緒に入れてみてください。もしない時はね、抜いて作っていただいても大丈夫です。そしてあと唐辛子も入れるんですが、辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合は抜いていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずきゅうりを切っていきましょう。きゅうりのヘタを切り落とします。両先端切り落としてください。そうしましたら、続いてこちらのきゅうりを 1.5 から2センチ幅に切っていきます。ちょっとね、厚めですね。このぐらいに切っていきます。そうするとね、よりポリポリっとした食感を楽しんでいただけると思います。薄めがお好きな方はね、薄めに切っていただいても OK です。はい、このぐらいですね。だいたいね、このぐらいの厚みに切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。2本ずつやってもいいですし、1本ずつ切っていただいても OK です。はい、きゅうりはこのように切ってください。こちらのきゅうりをボウルの中に入れます。はい、でそうしましたら、ここにですね、塩を小さじ1弱ぐらいですね、振りかけます。そしてきゅうりに揉み込みましょう。はい、このようにまんべんなく行き渡れば OK です。それではね、このまま30分置きたいと思います。このように塩もみしてから置いていただくことで、きゅうりから水分が出て、きゅうりのえぐみも取ることができます。それではこのまま30分置いておきましょう。それではきゅうりをね、漬け込んでいる間に生姜を切っていきます。まずね、生姜の皮は軽くね、こそぎ取ります。生姜はね、皮の部分に香りがあるので、そこまで厳密にやらなくても OK です。はい、ざっとで大丈夫です。このようにね、こそぎ取ってください。そうしましたら、この生姜を薄切りにしていきます。で、あとはね、細切りしていきます。はい、生姜の準備はこれで OK です。続いて昆布です。昆布はね、だいたい5センチ幅ぐらいに切っておきましょう。はい、こんな感じで適当に切っておいてください。昆布に関しましては、キッチンペーパーを濡らして絞ったもので、軽く表面を拭いといてください。続いて唐辛子です。唐辛子もキッチンバサミでまずね、半分に切ります。そして中に種が入ってるので、種を取り除きます。そして細く切っていきます。はい、唐辛子はこのように切ってください。それではね、もう1本も同じように切っておきます。はい、30分経ちました。30分経つとこのようにね、きゅうりから水分が出てきます。今からこちらの水分を拭き取ります。まずこのきゅうりをざるにあけましょう。はい、このようにざるにあけてください。そうしましたら、あとはね、キッチンペーパーで少しね、きゅうりをギュッと握って水分をしっかり拭き取ります。こうやってギューッとね、ちょっと絞るときゅうりからね、また少し水分が出てくるので、しっかりね、こうやって拭き取ってください。はい、 OK です。このようにきゅうりはしっかりめに水分を拭き取ってください。それでは今から漬けだれを作っていきます。お鍋にお砂糖、料理酒、そしてお酢、あとはお醤油を加えます。そして火にかけましょう。少しね、このように混ぜながら一度沸騰させてください。火加減は中火です。
はい、沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めてください。そしてここにしっかりと水気を切ったきゅうりを入れていきます。よいしょ。でこれでね、一度きゅうりに軽く火を通していきます。はい、できゅうりを全部入れたら一旦全部ね、きゅうりを汁に浸して、そして火にかけます。火加減は中火でまた一度沸騰させてください。このね、きゅうりの皮の色味が少し変わるまでね、きゅうりを煮詰めていきます。煮詰めるというよりかは軽くね、火を通すイメージですね。あんまりここで火を通しすぎるとポリポリ食感がなくなってしまいますので、火の入れすぎには注意してください。だいたいね、きゅうりを入れてから沸騰するぐらいまでで OK です。はい、再沸騰しました。そしたら火を止めます。はい、見ていただくと分かりますかね。少しね、きゅうりの皮の色が変わったの分かりますかね。このぐらいの色味になれば OK です。そうしましたらね、このきゅうりを一度取り出します。先ほどのね、こちらのボウルにもう一度ね、取り出します。しっかりとね、ここでも汁気を切って取り出してください。はい、きゅうりはこのように一度ざるにあけてください。そしたらこちらの漬け汁ですね、これをもう一度ね、再沸騰させてひと煮立ちさせます。火にかけます。で火加減は中火でまた再沸騰させましょう。このね、漬け汁なんですけど、先ほどきゅうりを入れた時にきゅうりからも水分が出てます。なので必ず一度きゅうりを出してから再沸騰させてひと煮立ちさせるようにしてください。はい、でこのように沸騰したらだいたい1分ぐらいね、このまま煮詰めます。はい、 OK です。そしたら火を止めます。漬け汁の準備はこれで OK です。そうしましたらね、一度こちらの漬け汁は冷ましてください。熱いままきゅうりを漬けてしまうと、きゅうりに火が通りすぎてポリポリ感が軽減してしまいます。なので必ずね、しっかりと一度冷ますようにしてください。では冷まします。はい、それではね、漬け汁が冷めたので最後仕上げていきます。まずこういったね、保存容器またはタッパーなどを用意してください。でここに先ほどのきゅうりを入れます。もうこの時点でね、きゅうりがシュワシュワっとなってきゅうちゃん漬け風にもうなってますね。でそしたら広げて昆布と、あと唐辛子、そして生姜、あとは白ごまを加えます。そしてここに冷ました漬けだれを入れます。そしたらね、一度全体をよく混ぜましょう。はい、こんな感じです。でこのようにきゅうり全体を染み込ませるように漬け汁につけてください。でまだね、少し表面の部分が浮いてるので、そういう時はですね、キッチンペーパーを上にかぶせて、そしてキッチンペーパーにもこの漬け汁を染み込ませます。はい、 OK です。そうすることで上に少し飛び出てしまったきゅうりにもしっかりと味を染み込ませることができます。そしたらね、ここに蓋かまたはラップをして冷蔵庫で一晩漬け込みます。はい、一晩経ちました。では取りたいと思います。はい、こんな感じでしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これできゅうりのきゅうちゃん漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、味も染み込んでさらにポリポリに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごく美味しいです。味も本当にしっかり染みてて、さらにね、このきゅうりのポリポリ食感が最高にいいですね。あとこの白ごまと唐辛子もすごくアクセントになってますね。ご飯もあとはお酒も進みますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきゅうりのきゅうちゃん漬けのポイントです。まず今回ね、調味料の中に唐辛子を加えました。こちらは辛いのが苦手な場合だったりとか、あとはお子様が召し上がる場合は抜いていただいて OK です。そしてきゅうりなんですけれども、今回ね、ちょっと厚めに切りました。そうすることできゅうりのポリポリ食感をより楽しんでいただけます。もしね、薄切りがお好きな方は薄切りにしていただいても OK です。だいたいね、1.5 センチから2センチ幅に切っていただいて、そしたらその後ね、軽く塩もみしてください。
そしてそのまま30分置いていただくときゅうりから水分が出て、さらに水分と一緒にきゅうりのえぐみも出るので、とても美味しく召し上がっていただけます。そして30分置いた後はきゅうりの水分をしっかりと取るようにしてください。そうすることで日持ちも良くなって、さらに味もしっかり染み込みやすくなります。そしてその後なんですけれども、つけ汁を作っていただいて沸騰したら一度火を止めて、そしたらその後ね、しっかり水気を切ったきゅうりを入れてください。そしてきゅうりを入れたらもう一度火にかけてよく混ぜながら沸騰するまで加熱してください。目安としてはね、きゅうりの皮の色が変わるぐらいなんですけれども、だいたい沸騰するタイミングで変わってくると思うので、そしたら火を止めて一度きゅうりだけを取り除いてください。残ったつけ汁なんですけれども、こちらはきゅうりの水分が入っているので、もう一度沸騰させてしっかりとひと煮立ちさせてください。そしてひと煮立ちしたら一度そのね、つけ汁をしっかり冷ましてください。熱いままきゅうりにかけてしまうと、きゅうりにより熱が入ってしまってポリポリ食感がなくなってしまいます。なのでしっかり冷ましてからつけるようにしてください。あとはもうきゅうりと唐辛子と白ごまと生姜、こちらを全部合わせて漬け込むだけなので簡単です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ポリポリ食感でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきゅうりのきゅうちゃん漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。